回のライバルは全てハイパワー車。湿った路面はどちらに味方するのか。早速タイムアタックしてきましたけども、これね見た目よりも滑ります。結構ズルズルしてます。先月号の鬱憤を晴らすことができるか、ケイちゃん。対する車は全て3ナンバーです。4ドアの R には勝ったセブン。賞賛は？いやー、何度も言うようだけどセブンに俺を乗せたのが間違いだな。なんとポルシェまでもライバル。久しぶりにポルシェでね楽しみにしてたんだけど、今ちょっとだったらね2足が抜けるんだよ。280馬力軍団、まずはスープラ。この車重いからね、ちょっと辛いかな。もうちょっと前からスタートしたかったな。続いて NSX。 ちょっと今日なんか路面ニュルニュルなんですけど、まあちょっとこれリアがさっき出てね怖かったですけどね、まあなんとかなるとは思います。そして最後はまさかの GTR。日産車のことなら私に電話ください。どうぞよろしく。本田君ちの GTR なんで大切に走ります。グリッドは過去のデータから調べた04の遅い順。さあ赤ランプ点灯スタート。黒沢ポルシェは予定通りトラクションの有効活用で前に出る。でも危ない。バトルは始まったばかり。みんな気をつけてよ。スタートリプレイは中谷 GTR から。こちらも4区を生かして一気に差を詰める。危ない。じいさま危ねえよ。じいさま危ないったらさ、いきなりドンケツかよ。やばいやばいやばい。今回の車種選定はハイパワークラスの中で過去の筑波のラップタイムがインテアールに近い順に選んだ。さあどこまで食えるのか。F 取りを決める土屋インテグラに大井セブンが迫る。先月号のテストではほぼ互角のタイムをマークしながら直接対決にならなかったこの2台。無差別級バトル最初のハイライトシーンがやってきた。セブンが相手か。相手にとって不足はねえな。気持ち早いか。そのイン側には GTR もいるぞ。さあ最終コーナー、土屋インテグラが抑える。なんか外側のホイールから煙出ちゃってるね。土屋インテグラと大井セブン、サイドバイサイドのまま1コーナーへ。お前には負けません。さあこっちはいいんだぞ今度。コーナーでは絶対いい勝負するんだから。しかしインを取ったセブンが2位へ浮上。ガンさんに逃げられちゃうじゃん。その通り。当の本人は逃げ切る作戦だが、ポルシェはコーナリング中に2足が抜けてしまうトラブルが発生。おかげでヘアピンでは片手運転状態が続き、ちょっと不機嫌か。3位インテグラ R の後ろに280馬力軍団が続く。やっぱこの辺が限界かな、インテグラルは。やっぱり GTR 速い。でもこの加速だからね、ノンターボで速い速い。なんだ。危ねえ。なんかちょっと路面がちょっと滑りやすいどころかだいぶ滑りやすいな。降り出してきた雨で路面コンディションが変わる。 FF のインテグラにはちょっと辛い状況になったぞ。パワーで負けてるよ。 GTR のお次は NSX が相手だ。速いねけどインテグラ R って。もう流れちゃってるよ。
ポルシェとは離れても他とはまだこれだけの差だ。絶対ついてってやる。やっぱりな、重いっていうのは辛いよな。こうやってちょっと雨降ってきたりすると。はい、いくらなんでもストレートでやっつけさせてください。お願いします。 NSX3 周を丸々使ってやっと前に出た。しかしコーナリングスピードはよとインテグラ R が速い。 NSX に対してコーナーで詰めるなんて恐るべしインテグラ R。 そうでもこれ勝負してる相手ってみんなビッグパワー車だからね。すごいことなんだよこの勝負。 GTR の前ではオイセブンがまたまたオーバー。ちょっと暴れすぎじゃないおいちゃん。まあずっとそうやってなさい君。ああ、中谷さん、僕の分も道。ダメだ、この重いスープラは横向いちゃうよ、濡れてると。刻々とコンディションが変わっていく中、拓也スープラが遅れ始めた。すげえよな。 1.8 リッターだぜ。280馬力クラスの中に割って入るインテグラ R。 このポテンシャルは本物だ。火吹いてるぞお前。ライターかその車は。遅いぞコーナーは。けどあと1周しかないぞ。ファイナルラップ、黒沢ポルシェは独走態勢をキープ。2位争いの決着はまだついていない。おっと、黒沢ポルシェどうした？やっぱポルシェかな。陸なのにね、あんだけトラクションかかってるもんね。3速がなくなっちゃったよ。あと半周、黒沢ポルシェはなんとか走り切る作戦か。その後ろはほぼ等間隔で2ヘアピンをクリア。おっと、危ない。危ないです。それ危ないだろうね。危ねえ中谷さんすごい。黒沢ポルシェのスローダウンで中谷 GTR が逆転チェッカー。それにしても中谷選手の緊急回避テクニックには恐れ入りました。勘弁してくれよお前。ギアがなくなった黒沢ポルシェが車を寄せようと動いた方向に GTR も来てしまったのはどうやら原因らしい。もしトラブルでもあの場合は一般の人に言っときます。避けちゃいけません。あ、壊れたって言って動いちゃいけません。僕は最近 F3000 でスタートからすぐ故障して居場所を、ああいう時の対処の仕方は任せてください。ガンさんかあれ。ダメなことだったよも危ないもん。ミッションがなくなっちゃってさ。勘弁してくださいよもう。いや俺中でさすがレーシングドライバーですね。中屋の全てを出し切って車を押さえたら立派だって。あれちょっとあの GTR ね、足はね、非常に柔らかくてピッチングがすごいんですよ。だからブレーキングでオーバーになるし、立ち上がりでアンダーが強いしね。だから逆に今回のコンディションになってニュートラルに近くなってきてよかったかもしれない。でもインテグラには辛い状況になっちゃいましたね。全然ついてっちゃうんだもんだって。もっとバック、あのウェット状態でもバランスってのはそんなに著しく変わらない車がね。まあスープラには勝ったけど、ほらね、遅いんだよ。でね、単純なんだよね。何が敗因かってね、車重これに尽きるね。NSX に関してはね、やっぱ進入自体は速いんです。コーナースピードは速いけど、
やっぱトラクションちょっとかかんないですね、LSD がやっぱない分。セブンなんかすごいね。中でジャンプしてなかったねセブンすごいね、動きが。うんでね、またあれ廉価版のね、いいね、一人で横にしてサスペンションもドライバーですね。タイプ R じゃないやつ。インテグラ R からこうね前の何百万円を見るとなんかこんな高い金払ってこんな車買うよりも220万でこんなにいい運動性能を持って皆さんと一緒に走れるっていうのがね実感できたし、見てる人も中でこうドライビングしててそんなに難しそうなドライビングじゃないんですよ。本当に切ってってトラクションをじわーっとかけていくとその運転で十分ついていける。これはもうね FF とかね4駆とか FR の理論を超えた自動車としていい車になってます。